みつさん。はい、なんでしょう。2杯飲んだ。うん。お店を変えませんか？いいよ。この後。どこ行きます？でもね。今の気分は。でもいつもこの後行くとしたら、この近くに一杯クナイペってまあパブみたいなところがあるから、だいたいそこに流れるかな。流れましょう。でもね、今見たらね、7時からだからね、ちょっと微妙に早いんだな。でもそこ行こうか。クナイペめっちゃ好き。クナイペ兼、なんだろうな。クナイペって何ですか？バーっていうと、例えば英語圏でもドイツ語圏でもバーはバーで、カクテルバー、ちょっとカクテルが飲めるようなバーなんだけど、こうもう一個ちょっとお気軽な、もう一個ちょっともうビールと安いワインだけしか置いてなかったりとか、もう一個お手軽な飲み屋があって、それがまあクナイペ。わかりやすい。まあ多分パブとかはそういう感じかな、英語だと。だからバスへのスナック的な。そうだね。そうだからなんかそんな質じゃなくてっていう気軽な飲み屋、近所の。私もクナイペという言葉をこっち来て知ったんですけど、好きです。それかちょっとバス乗ると本当はもうちょっとよく飲む。そこ行こうか。行きましょう行きましょう。2個絶対その取材殺到じゃないけど、なんかさ、なぜ断るんですか？こうさっきも言った通り、もうなんか居酒屋やるぞ、飲食やるぞっつって始めた店でもなくて、なんかもう例えばミシュランとか、じゃあなんか縦のさ、そういうレーティングの縦の序列みたいな、そういうところからちょっと距離を置きたいっていうのがすごいあって、なんかそうだからもともとは Google マップからも店消してたし、それ結構尖ってますよね。そうそれもなんか実験でいろいろやりたかったんだよね。まあ今はでもまあもう残してるけど、だけどGoogle のレーティングとかもなんかすごい邪魔ったかったし、もうなんならみんな位置つけてくっていいよぐらい、本当によっぽど。そうだけどまあそうだからなんかもともとそういうコンセプトだったから、一応よっぽどのなんかこれっていう取材以外は全部お断りしてる。やば。大丈夫ですか、その内容。この貧弱なのかわかんないけど、別にそこはなんだろう、2個の取材じゃないからいいんじゃない？そうですね。確かに2個としてというよりはミツさんの知りたいという。いやでも別にここだったら2個の取材でいいけど。本当ですか？全然いいよ。いやでもなんか私その人を知りたいんで、なんか2個のミツさんというよりはミツさんとはみたいな。もうでもベルリンあれよね、面白い人がいっぱいいるよ本当に。なんかやっぱ日本じゃ出会えないなっていう職種の人にもいっぱい出会う機会あるじゃん。ことない？そうでもない？いやありますあります。てかそうお金の稼ぎ方とかも違いますもんね。そうだね。あと職種の切り口というか。なんかさ、やっぱこうなんつったらいいんだろうな。海外にいて日本人っていうだけでの接点でさ、人とつながることもあるじゃない。めっちゃある。そうするとね、日本だとどうしても職種とか同じ業界とかでさ、つながるのが、そんな職業の方なんですねみたいな人といっぱいつながれるじゃん。それは面白いところだよね。かわいい。確かに、日本人ってだけで話をなんか興味持ってくれることありますよね。そう俺最初来たばっかの頃仲良かったのが、仲良くて一緒によく飲んでたのが脳外科医、宇宙物理学者、絵描き、ピアニストみたいなので飲んでた。めっちゃいいね、私そこ行きたい。だから面白かったよ。脳科学とか宇宙物理学めっちゃ面白そう。算数の世界だよね。あと画家もめっちゃいい。なんで出会ったんですか、その人たちと。なんかね、
なんかそうみんな日本人いうじゃないね。日本から来た人とかを家で呼ぶのがホームパーティーが好きなおじさんとかがたまに出没するんだ。めっちゃいい。なんか、だけど大体でもみんなあんまり日本人ってさ、日本人で群れるのが好きじゃない人も多くて、わかります。離れてくけど、まあ自分もその口だったしね。うん。本当はあれ乗りたいんだよな。乗りいいや、ゆっくりいい。てか私は大丈夫ですか？いや、いいよ。走る。この後で。もう走るのさ嫌なんだから。それでも足怪我してるってまあそう。痛風ですか？痛風だったらね。それでもずっとあれなんだよ。もう古傷の捻挫。確かに癖になりますよね。乗れるじゃん。乗ります？やった。運よく。乗れた。笑っちゃった俺、周平さん歩いてきたらと思って、この流れで周平来ると思っちゃった。私たちが噂をするのがお化けだ、お化け。ね。乾杯。はじめまして。乾杯 is Japanese. Yeah. We are from Japan. What city? What city? Which city? 東京。Okay. 福岡。あんま思いつかないけど。いつもでも近所で飲んでる。近所。さっきはまだ空いてなかったその辺行ってもいいし、お腹は？お腹は別にあったら食べれるぐらい。さあ、行くぞ。乾杯。私まだ聞きたいことがあって。はい、なんでしょう。やっぱニコについても聞きたいんですよ。どうぞ。もうちょい先のことをどんな感じでやっていきたいかみたいな。先のことね。先のことをこの言語化するのはすごく難しいんだよな。常に考えてはいる。なんで始めたかから。なんで始めたかはまあちょっとさっきも話したかもしれないけど、もともと自分はまあ飲食やってて、ずっとなんかどっかでぼんやり自分でいつか店やるのかなとは思ってたんだけれども、そういういろんな人との出会いとか、その条件がいろいろ揃ってきたってことだよね。要はそのお皿作ったり、味噌作り、醤油作り、そういう調味料作りとか、野菜育てたりとか、そういうのが先にあって、こんなことがね、バックボーンにあるお店ってなかなかないから。ベルリンだと。まあ世界的に見てもそこまでそんなに多くないと思う。で、お皿から作ってるとか見たことない私。ね、お皿もで、例えば内装とかも全部手作り。椅子机からもう目に見えるものは
ほぼ全部手作りでやってる。でそんな多くのクリエイターが関わってて、でもまあそういうところのそろそろこうプラットフォームになるような場所を作りたいなっていうのが、でそれがまあ自分のもともといつか店持ちたいなのぼんやりなのとまあ重なってだよね。何でもよかったわけじゃないんですよね、じゃないお店として。なんなんかかその当時は一人でやるつもりは全くなくて、誰か一と人では資金的なものもあったし、借り入れしたとしても、なんか一人でやる店って自分のそのクリエイティブの感性とか、そういうことからしても、なんか能力的にじゃないけど、なんか知れてるなってすごい思っちゃってて、自分は。だからなんか、店やりたいとは思ってたけど、やっぱ絶対誰かとこう、なんだろう、この掛け算になるような、こう人と、やっぱりやりたいっていうのがどっかにあった、ずーっと。なんか自分の能力だけでやるってなんかすごくしょぼい店になりそうだなっていうのがすっごいあった。それってなんで気づいたんですか？その音楽やっててそれがやっぱり一人でいろいろやったから自分のそういうクリエイティブに対するその客観的な目、自分のセンスに対する客観的な目、だけどまあ自分の向いてるところってどっちかっていうと実はそういうクリエイティブとか人を引きつける何かとかっていうよりかはなんかどっちかっていうと管理してこうなんか道を整えて何かそっちにそうだからなんかどっちかっていうとこうありがとうグラッツどっちかっていうとやっぱマネージメントそのみんなのステージを整えるっていう方が多分自分の能力としては向いてる。それはもう自分がザ・クリエイターとしていろいろやったから気づいたみたいな。じゃなくてもともとそうだね、そこから降りた人間だったからなおさらそうかもしれない。なんかでもそれは、なんだろうな、理解できるというか。じゃあなんかそのニコとかベルリンについて全く知らない人に言うとして、ニコってどういうお店なんですか？日本居酒屋です、ベルリンにある。なんていう紹介をすると良いになるんですか？それはそのあえてGoogle マップっていうみんながめっちゃ参考にするやつも不誠実なわけじゃないですか。まあでもなんか日本人の人にあえて向けて話すんだったらベルリンで暮らして飲食やってた人間が本気で居酒屋やったらこうなりましたっていう。おもろい。なるほどね。もともと焼き鳥屋とかいろいろやって。そうもちろん居酒屋大好き。もちろんそこにはいろんな意味を当然含んでてね、やっぱりメインの顧客は日本人じゃないからさ。そういうのも含めてビジネスとして成り立たせなきゃもいけないけど自分のやりたいことをどういう人をイメージしてるんですか？一番最初にそのコアターゲットとして設定したのは40代後半の女性、バリバリ働いてる女性が一人で飲みに来れるようなお店っていうのが一番のコアターゲットだね。コアもう本当のコアのターゲット。今実際どうですか？でもねそれがねやっぱりねちょっとうまいこと言ってる気がする。そうなんだ。なんか、私が3回行っただけのイメージですけど、結構なんかその2人とか何人かで来てる人もちろんカップルとかですよね。グループが多いのはそれは当然なんだけど、そもそも一人飯ね行く人っていうのを考えてもそうなんだけど、でも来てくれる年齢層がだからそこをターゲットに定めたから
値段もめちゃくちゃ安くはしない。でそういう人たちにとってはやっぱこう若い子たち、特にベルリンのねギャーギャークラブピーポーみたいなやつらが店で騒いでるようなところで飲むことっていうのは絶対不快なわけよ。そうするとやっぱりある程度、値段も上げてあげないといった意味がない。なんていうんだろう、ある程度生活にゆとりがあるような人が来れる店にしないと、やっぱそういう雰囲気って担保できないよね。年齢制限とかやってるわけじゃないから、そこは、やっぱある程度値段のところで、けどうちはただ今のヨーロッパの相場、ベルリンの相場でいくと実はかなり外食としては多分安い店で。そんな気がする。別に高くないですよね。実はそうだからね、日本円で換算しちゃうと日本の居酒屋って見たら安いけど、多分こっちで見たら全然そうなんだよね。安くない、高い。日本円で見たら高いけど、こっちで見たら高くないか。だからどこの日本食屋もヨーロッパそうだと思うけど、日本人も多分対象にはしてない。そうですよ。っていうのはなぜかっていうと、これは来てほしいと思うよ。いいお客さんだったら別に日本人だろうがこっちの人だろうが何も関係ないんだけど、やっぱ日本に対してというか、日本国内で居酒屋の経験があって金銭的にもこの比較対象を持っちゃってる人、味としては別に全然問題ないよ。うちはそれでも勝負できるように頑張ってるけど、やっぱ金額ってねどうしようもなくて、それはもう税金の問題もそうだし、最低賃金の問題もそうだし、もうその金額の問題はねもうどうしようもない。正直相場ってことですよね。そうだからそれをなんて言うんだろうな、日本のうちは居酒屋だけれども、その日本の本当の日本本国の居酒屋とどうしても比較しちゃう人とか、そういうところと比較して得だと思えないと幸せじゃない人、っていうのは残念だけどうちの対象ではない。だからうちのメインのターゲットに日本人っていうのは入ってこない。実を言うと。そんな気がする。そう。やっぱなんだろう、過去に本当に一番多いのは過去に日本行ったことがあって、本当にここに来てあの時味わった感情すごく味わえましたって常連さんとして来てくれるような人たちがいっぱいいるんだけど、そういう人たちが来てくれることがだからやっぱ一番幸せかな。確かにある程度お金あったら日本食って基本ヘルシーじゃないですか、こっちに比べると。そっちにもアンテナ張ってるし。ニコのこだわりって何なんですか？さっきのお皿作ってるとか調味料とかあると思うんですけど、ニコのコンセプト最初ねニコやるときにコンセプトブック作ったの。20ページっていうのはいろんな人と関わってやるから、こうそのために共有絶対しなきゃいけない。でそれは業者に対してもそうで、その中で、さっき言ったうちの従業員に対してもそうだけれども、自分がねいろいろあるんだけれどもすごく大事にしたのは、さっきさちょっと Google マップ消したっていうのもさ、それが実はそこにあるからなんだけど、20代20年前とかねの頃とかさ、こうじゃあ東京住んでてこう赤ちょうちんとか飲み屋とかさ、歯抜けのじじいたちがさいっぱいいるようなところにさ背伸びしてさちょっと頑張っていくわけよ、いいっていう評判のところとかに。若い頃にね。そうするとさここの店ってさどうやって注文するのかなとかさ、何が名物なのかなとか、インターネットも何もないし、Google マップとかも何もない時代だから、こう注文の仕方とか、実はこのメニューにないのがあるとかさ知っていったりとか、そういうのをさ知って、で2回目行って3回目行って、でそうするとさ、俺ここの店のもう楽しみ方知ってる。
で友達連れて行きたくなる、うん彼女連れて行きたくなる、っていう楽しみがさ、やっぱ若い頃にあったわけよ。で俺はニコにそこを落とし込みたくて、だからとことん不便な、要はディグをして、うちのメニューとかって説明とかってドイツのレストランに比べると全然ないのね。だからそれがどういうものが出てくるかも頼んでみないと分からないわけよ。ないっていうのはそのメニュー表にってこと？そう、普通ドイツの料理屋って結構何があって何があって何があって調理法何でとかって説明文書いてあるんだけど、じゃあまあ一応最低限だけ一応あんまりこの実を言うとこの親切じゃないっていうのをあえてこうプロデュースしてる。だから最初さっきも言った通り Google マップがないとかもそうなんだけど、でうち入り口も分かりづらかったり、あとさっき言ったみたいにメニューも不親切だから1回目来た人が自分でなんかちょっとチャレンジしてみて、これ良かったで2回目来て、で3回目また人に来た時にこれどういうことか知ってるとか、あそこって説明したくなるような。なるほど。だ自分のニコを作る時のコンセプトの1個一番大きかったのは、その不便さをクリエーションするっていう。いやめっちゃいいかも。なるほど。そう。その不便さの中に実は人がのめり込んでいく要素が実はあって、それが若い頃自分は完全にそれだったはず。で今の人たちだってそのはずでさ。人間であればね。そうだからそこが自分が本当は一番ニコに対して今でもそうだけど、だからなんかうちのメニューって今でもあんまり親切じゃないんだ。確かになんか私も3回ぐらい行ったことあるけど、その日本人だからどの食材で何やってるか、なめろうって食われたら分かる。私はね、なめろうあれ叩いたやつかってなるけど、海外の人からしたら多分分かんないんじゃないかなと思っちゃう。日本説明だったらさ、短冊だけでメニューがずらーって並んでるでしょ、あれってだからさ、海外の人からしたらさ、ハテナだよね。とてつもなく意味が分かんないよね。確かにローマ字さえもないし、何がどう入ってどう料理されてるかも何も分かんないから。これなんだろう。どれ？これなんかよくわかんないんだよな。さっき聞いたけど。里芋っぽいのとナスと里芋？モッツァレラとドライトマト。これがスターターみたいなやつか。これアーティチョーク。これでもこれなんかあれですね。魚みたいな。チメリラッパじゃないかな。ただ仕入れるというか、その既存のものを仕入れるんじゃなくて、これなんで暗くなっちゃうんだろう。自分そこは取れてるパターンじゃないんだ。暗くなってる。ご清聴ありがとうございました。美味しそう。 You remember this World Cup? Yeah, it's my Where you come from? Japan. You remember Korea, Italy with Korea, South Korea. so best four. You remember this match? Yeah, it is. いいよね。I will check it. めっちゃいいんじゃないこれ、ポルチーニとトリュフのパスタ。うまい。特別にやってくれました。特別なんだ。特別にやってくれた。常連さんだからかな。いや、わかんない。なんか迷ってたら。選択する時の癖ってあると思ってて。選ぶことね。そう、何かを。もう毎日の、ただのランチでも、旅行の行き先でも、何でも、どこをお店予約するとか、誰とデートするとか、わかんないけど、全部、選択の癖って人にはあると思ってて。ちょっと待って。その選択の癖があるなって気づいたのはいつですか？知らない。いつからか。いや、私どっちかというとそっちのタイプですよ。でも
他の人も見ててうん自分も見てのそのなんかいろいろだよね、繰り返しだよね。自分の内面を正確に見ることができるのなんて自分だけだし、それさえ正確かもわかんないじゃん。でしょ？だけど少なくとも決断できるのって自分だけじゃん。うんでもさ、嗅いでみることができて、でそうするとさ、人と会話するときにもさ、あるよね、そういう話。でなんかそれの繰り返しだよね。なんか人ってこう選択に癖がある。どう考えても毎日の選択だったり、自分がトライする場所へのもうほんまでももうこれだけでいいと思う。チョイスに人は癖を持ってるの。それなんで気づいたの？待って、それ結構すごいと思うんですよ、私。無意識で普段やってることだからじゃない？結構ずーっと内省してますよね。うん、してる。内省？俺はね、いつからですか、それ？だからね、すごく悲しい動物だと思ってる、自分のことを。すっごい、本当は俺は一番自分がそうなりたくなかったし、一番そうなるべきじゃないというか、その哲学的な考えで言うと一番この否定されるべき状態なんだけれども、ニヒリズムっていうか、こうなんていうのかな、すごく自分を達観しすぎて全てのことを冷ややかに見てしまうというか、そういうモードに。いつからですか、その達観しちゃうのは？昔からその気はあるけど、まあでもここ 4,5 年はさらにそれに拍車がかかってて。4、5年なんだ。でももともとそう。だってベルリンにいたのは13年。でもね、30歳ぐらいの頃からもうその傾向はもちろんあって、でその頃にめっちゃ面白いな、この話。すごくこう、何人かね、影響を受けた人物はいるんだけど、すごくね、こう、自分はもともとお勉強っていう意味で言うと、哲学もちろん好きだし、政治思想史とか、経済思想史とかそういうものがすごく好きだったの、学ぶことがね。で本で読んだりとか、あとちょうどその頃 YouTube とか動画とかも始まってたから、自分の、生きてる先生の中で支持してる先生のやつ見たりとか、だね、自分は結構ね、なんつうのかな、イケイケどんどんのそのいわゆる左って言われるような思想に対してすごく懐疑的な人間で、もともと。そう、俺はもうめちゃくちゃ保守的なタイプの思想にすごくこう傾倒してた人間で、こう変化を早くするとかそういうことじゃなくて、ゆっくりじっくり伝統とかそういうことにもしっかり目向けてとか、もともとだからそういう、でもね、そこが一番でかかった気もする。それいつ気づいたんですか？30こっち来てから。それいろんな人比べてってこと？で、そういういろんな本も読むけど、自分はどうやらそのリベラルとかグローバリズムとか新自由主義とかそういうことよりももっと保守的な新自由主義、なんつったらいいんだろうな、いわゆる右翼じゃないけど、古い、もちろんなんていうのかな、その中にもいろんな系統があるからね、けどこういろんな人がいるんだけれども、こういう人たちの話してることの方が俺はしっくりくる。で30歳こっち来たばっかぐらいの頃をよく思ってて、だからなんかこう過激に変わっていくこととか、過激に何かを起こして暴虐するかのように無責任にもう引き潮のように引いていくこととか、そういうことに対してすごく嫌悪感があって、だから俺はゆっくり、人より多分進むスピードっていうのは遅いんだけれども、こうなんかこう、でもそこでの学びって多分自分の今の血肉になってるような気がする、かなり。だから例えば友達100人とか、なんかああいうパッパラパー的な色がちょっとでも出たり、こう派手なものとか、そういうものがちょっとでも匂ったりすると、とりあえずクラブ行こうぜみたいなやつ。それは俺も好きだし、いいんだけど、なんかちょっとさ疑いを持ってしまうので、楽しければいいんだよ、それでいいんだよ。だけど
でその当の本人たちもその瞬間しか楽しんでないんだから。だけど自分はちょっと先を見ちゃったりとかさ、面白いね。うん、先を見ちゃうの。でも別に今でもその30代その10年前うん。とかはでもそんな30代前半だったかもしれない。ちょっとこじらせてたかも。ね、私も多分同じルートなんですよ。うん。どっちかというと。でも俺だいぶ本捨てたけど、うちにある本並んでる本とか見たら結構引くと思う。どういう系ですか？まあ、結構保守っぽい。まあでも今もうだいぶなくなったけど、例えばオルテガの大衆の反逆とか、あとエマニュエル・ドットとか、あとなんだっけ、フランス革命の小冊って書いた。それ読んでわーって思ったんですか？思うっていうか、歴史ってずっと繰り返してるんだなっていうこと、もうずっと同じこと人ってやってんだなっていう。人というか人間ですよね。それはもうプラトンとかのやつ見たと思う。ソクラテス、プラトンとかの本読んでも思うし。なるほどね。でもなんかそれ、取れない。まあでも今もうもはやそんなの読んでないけどね。今の2個の価格帯とか値段はこれでいいと思ってるの。なるほど。だけど働いてる人間がこれの4倍ぐらいのお金を取れる技術をもっと欲しいと思ってます。なんかそれで次に行きたい。これは使うか使わないかわかんないですけど、それって何なんですか？その方が楽しくない？その方が楽しいというか。4倍ってめっちゃ高いじゃない。2倍とかじゃないじゃないですか。何が必要なんですか？経験もそうだし、あとやっぱ高い食材を扱える技術。あとはすぐに、まずそれが一番かな。ベルリンで扱えるとして、何が高いに入るんですか？例えば食材として和牛。そんなん別に俺が好きか嫌いかは別ね。全然和牛使おうとは思わないけど、タラバガニ。輸入するって意味で。こっちでもキングクラブってそういう大きいカニあるの。高い。あと例えばなんだっけ、ザリガニはロブスターとかザリガニ。ザリガニもそうだよね。高級食材はいくらでもある。だけどそれを居酒屋でアラカルト、コースメニューではなくて、そういうところで出すってすごく大変というか無理なのよ。選ばれない気がする。値段だけ見て。でしょ？もうそれがもしコース料理だと、こういうところにちょっとだけとか入れたりさ、いろんな出し方があるんだけど、なるほどね。とりあえずだからなんかお客さん目線があんまりなくて、実を言うと内側へのコンセプトが実はいろいろ実はいろいろ実はあったかな。内側ってどういうこと？さっきのスタッフさんへのありそう。お客さんへのねコンセプトってあんまりそんなにないのよ。なんででもその外稼ぐとか外じゃなくてうちに向いてるんですか？隠してじゃないけど。やっぱ年齢と経験ですかね。料理って本来クリエイティブであるべきだと思ってて、料理ってクリエイティブなもののはずだと思ってる。なんだろうな。だから飲食店で働いてると結構麻痺しがちなのよ。実はそれって。どういうふうに麻痺するんですか？メニューにあるものだけを毎日作るっていう。要は、それは全ての仕事に通じてるけど、頭を使わなくなる、全員が。同じように処理していく。それっていうのは人の問題じゃない。それっていうのは、例えば千尋ちゃんだからできるとか、千尋ちゃんだからできないじゃないんだ。完全にシステムの問題なの。だからうちはお客さんへの
お客さんのためを思ってではなくて、従業員にそのクリエイティビティを植え付けるためにターゲスメニューっていうのをやってるんです。毎日の日替わりメニュー。絶対にこれを毎日考えなさい。これはもうシステムなんです。で、フードのメニューとかもすごい簡単な印刷にしてあるのはなんでかっていうと、いつでも変えれるように。めちゃくちゃ簡単にしてある。確かに簡単にしてある。すぐに印刷して交換できるように。だ今まで自分がだから働いてきて、これのせいでこれが邪魔になってんじゃんっていうことを全部潰した店が2個なのよ。そう。いやめちゃくちゃ面白いな。なんかやっぱ飲食店ってすごい多分日本だろうとベルリンだろうとすごいその競争が激しいと思ってて、そうだね。早いじゃないですか、入れ替わりが。やっぱりその思いを持ってみんなじゃないけどこう多くの人が思いを持ってお店やりたいってやるけど、やっぱその目先の売り上げ大事だなってなっちゃって、そのどうやったら稼げるかにシフトしちゃいがちなのに、そんなにそのなんだろう、内側の設計をやってるって多分日本もめっちゃ面白い居酒屋いっぱいあるんですよ。ただ聞かないかもしれない。それってもちろんそれ考えてるんだけど、その手前で稼げるかどうかっていうのはしっかり考えてるの。っていうのは何でかというと、稼げなかったら誰も幸せにならないんです、絶対に。みんな死ぬもんね。だからその自分の理想的な今理想のところの部分ばっか話したけど、それより前にこれは勝てるゲームなのかはもっと前に実はちゃんと考えてて、でこれはね考えてるんですよ。特に海外に来るこれからじゃあ今から千代ちゃんとかも考えるべきところだと思うけど、長くいるかってことね。どこに金が集まるかっていうこと、何に金が集まるかってこと、でそれってのは別にいやらしい話じゃなくて、特に自分なんかいくつも家族をだから抱えてるわけよね。その従業員とかそうOK。そうなったらさ、稼がなかったらもう悪じゃない。でそのためにはある程度のやっぱ賞賛っていうのはなきゃダメで、じゃあ自分が東京で居酒屋出せって言われたら怖くてやれない。なんで？やっぱそこを一番簡単に言うと何かっていうと、こっちに来て自分が一番一番ではないけど、まあでもなんかすごく学んだことは、いかに自分をレアキャラにするか、いかに自分をキャラクター化するか、キャラクターレアな存在にするかっていうことがすごく自分の立ち位置として大事で、日本から離れてベルリンに来た。だってそれだけでもうこっちの人からすると身近にいる日本人なわけよ。遠くにいる日本人より身近にいる日本人で、料理ができる人間だと。で日本食を作ってくれる。そうするとね、そうなってくると東京で居酒屋やる勝率とベルリンで居酒屋やる勝率っていうのは、やっぱ自分にどんだけこの希少価値をつけるかっていう観点で、それは実力としては全然売り上げの上がってない東京の居酒屋の店長の方が俺なんかより全然料理の腕もいろんなこともあるかもしれない。ただ自分の身を自分が希少価値が上がる場所に
置いたかどうかっていうだけで勝ち筋が変わるわけよ。運命の差です。でそれは自分の結構考えの根本に意外とある。自分の身をどこに置いてて、昔からそうなんですか？違う、こっち来てから。こっち来て、あラーメン屋やってる時だよ。それこそ、だってラーメン屋なんて何もない時に、それは学んだ。ラーメンというものをベルリンの人が知らない時に、どうやって広めたらいいかっていうのを学んでる中で、それを感じた。希少菓子とかを感じた。じゃあ今後、ちょっといいですか？はい。めっちゃ思ったのは、もともと中学校とか小学校の頃からなんかオーストラリアの留学に選ばれたりとか、なんかリーダーシップみたいな発揮してたわけじゃないですか。わかんない。それ何なんですか？すっごいしょうもない人間で、全部できるんだよ。けど何もできない。ある程度のことね。昔から。運動も上位だし、勉強もトップの方にいるし、全部できるんだけど飛び抜けてできることが何もない。なるほど。昔から。お姉ちゃんは？お姉ちゃんもそこそこ勉強できたから。運動はあんまできない人だったけど。それがさ、職場に出ると、どこの職場行ったって、大体できる方になるの。何やったって、頭脳労働だろうが、肉体労働だろうが、何でも大体もうすぐできちゃうし、大体次行きたいってなるわけよ。そうなるとさ、どこの職場行ったって、こうどんどんステップアップはしていけるわけ、ある程度までは。それだけだよ。それだ、本当にそれだけ。それって別にどの職場でもある程度まではいけて、あるところからこれ以上行く気があるのかというか、意思が問われたり、自分なんだっけってなりますよね。ただのグッドプレイヤーというかさ、いいやつね。ただのいいプレイヤー、そう平均よりはうまくやるし、そんなんだったね。そんなのどこ行ったってそんなアルバイトもそういう仕事もこれ全部そうなんだけど、なんかあんまりこだわりがないんだよね。結局これ例えば本当にそれって自分のことじゃなくて周りを見てて思ったことだけど、みんななんかすっごい住む場所に対してのこだわりが強いんだなと思うの。天気が嫌だとか、ベルリンの暑い寒いがなんとかとか、これ何にもないのよ。住む場所に例えば対するこだわりとか。住めば都じゃないけど、私まだ夏しか経験してないんですけど、もっとやばいんですよね、冬とか。それは別に平気なんですか、ミツさん的には。わかんないけど、じゃあそれで暑いところ行ったら暑いところ行って、そういう人って暑いっつってとか帰るんでしょ。何も考えてない、そこに対して。考えてるから分かっちゃうんじゃないの？そう人を見てね、そういう人を、そういうそれで本当に最初ギャグで言ってんのかと思ったんだけど、それが理由で本当に日本帰ってる人とかをさ、何人も見るわけよ。最初の特に最初来た 1,2 年3年目とかって人の出入りがめちゃくちゃ激しくて、そういう人めっちゃ見るわけ、日本人に限らず。とかみんななんか住む場所に対してなんか期待があるんだなと思っちゃってて、俺そこで何をやるかにしか興味がないわけ。なんかみんななんかその場所への期待っていうのがあるんだなっていうのは、なんでアフリカンミュージックじゃないけど、そっちの音楽に興味持ったって思います、自分的に。なんかいろんな音楽あるじゃないですか、ジャンルが。
なんでそこにすごいうわってなってダイナミズムだと思このう。なんか感覚的にめっちゃってなったってこと？高校生ぐらいの時の自分にとっては、そうソウルとか、うんジャズとか、うんヒップホップとか、そういう音楽の方が、ロックとかよりもなんかそのダイナミズムなんつったらいいんだろなんかそれすごいなんかねうな感じたんだと思うな。めっちゃ個人的な話すると最近なんかそのジャズのそのジャズセッションでベースとか弾いてるベースとあとキーボードピアノキーボードをやってる人と出会ったんですけど、うんその人は大学からもう音楽やってて、今もうその音楽で基本的には仕事してるけどでもそれじゃ成り立たないから先生もやってるみたいな人なんですけど、その人が言ってたのはなんかやっぱりそのジャズだけだと生計が立たないって言ってて、そうだね。市場がね。そうだから先生やってるんで仕方なくって言ってて、俺のやってた音楽なんてもっとやばいよ。ね、めっちゃ狭いじゃないですか。超絶狭かったよでジャズ私めっちゃ好きなんですけどジャズでもジャズってこのアートを許容されてる文化でさえもうん。市場狭いって聞いて、そうその人からあそっかみたいな、だから絶対狭いじゃんみたいな。そう。俺だからさ、それがさっきも説明したけど、ベルリンメッカじゃんと思ってベルリン来たのよ。そうだよね。尊敬してるアーティストがみんなベルリン住んでて、そしたらさ、まあライブあるからたまに行ったりするし、まずそもそもそれ系のライブなんてベルリン来ても全然ないわけ。ないね。で行っても全然客もいないし、うんあれみたいな、この場所でもこんなんなのっていうさ、その世界を突きつけられて、でも自分が好きな音楽の世界線っていうか、ここで稼ぐっていうことのやばさを、まあだから本当ベルリンに来て本当知らしめられたっていうかね、やっぱ頭もげそう。もうマジで最近私もそれ持った。やばっと思ったね。ここでさえ持って感じ。誰も聞いてないじゃんみたいな。そうだな。そうです。それは思いましたね。強烈に。そこのところに、さっき言ってたクナイペがある。行こ行く。オッケー。う。行こ多分まだ空いてる。余裕でこの時間になる。私日本からこっちに来て、なんか結構カルチャー自体が違うなと思ったんですけど、お酒でもいいし居酒屋とかバーとかそういう違い、まずご飯と一緒じゃないっていうことがまず一番圧倒的にでかい。飲むときは飲むだけ、食べるときは食べるだけ。なんかすごいはっきりしますよね。そうだから今は飲む、今は食べるみたいな。なんだろう、友達と待ち合わせするときでも、じゃあ飲みから会うんだったらご飯は自分の家で食べてく、ある。そうもうだ飲むと食うは普通は区別されてるというか、食事に行ってその後バーに行ってカクテルを飲むみたいな、まあ大きいレストランだとバーもあるレストランとかさ、なんかしゅこれ何ですか？もうただのカンパリソーダ、ウーロンハイ。ウーロンハイ。じゃ俺の中でヨーロッパのウーロンハイ、カンパリソーダ。はい。ベルリンの中で面白いことをやってる人と話したいんですよ。はい。こうやってめっちゃディグりたいんですよ。はい。面白いことやってる人と。誰かいます？はい。いいとも的なやつか。そう。ぜひ。もちろん紹介します。もちろんです。もちろんです。全然。やばい、脳汁がめっちゃ出る。紹介します。お願いします。はい。何人かいます。
バイバイ。バイバイなのね。はい、じゃあね